こんばんは、フェマールでございます。今回は福井市の清水地区にやってまいりました。こちらの道路が県道32号線となっておりまして、このような香ばしい廃道らしきものがあったんで、こちらの方の探索となっております。よろしくお願いします。こっちが県道ですよね。こっちが旧道、もう廃道と言っていいんじゃないかなと思うんですよね。とりあえず入ってみましょうか。もう廃道だよね、これはね。旧道と言いたいとこだけども、これは廃道だ。もう路面が苔むしてますね。もうなんだよ、結構意外とガードレールこんな上にあるんだね。すごいな。車がぶつかるんであれば、まずこの土手にぶつかってこの上に乗り上げてから、あそこのガードレールにぶち当たるという感じやるね。おお、なんか意外と私ここ舐めてましてね。まあそんな距離もないんで、まあ大したことなかろうと思ったんですけど、こう見るとなかなか味がある道路ですね。この切り通しがまた素晴らしく、なんか結構ゴージャスじゃないですか。なんかお城でいうとお堀の中にいるような感覚。この上に城でも立ってんじゃないかっていうぐらいの。この道路実はね、僕も知らなかったんですけども、マップ見てたらですね、名前ついてるんですよ、この道路に。灯籠見坂っていう名前ついてます。意外となんですけども、なんか有名な峠なのかな、これは。今ちょっとググりますわ。ここが今峠のてっぺん、あそこに今から行きますけどお地蔵さんあるんですけども、この道自体はこの車道になってからこの切り通しを作ったんであろうでしょうけども、昔は徒歩道だったらしいんですよ。そしてだからこの切り通しじゃない上の方に峠道があったんだと思われます。そしてうんちくを語りますと、結構いろんな歴史があるみたいなんですよ。福井市のホームページの、清水ペディアっていう栄所道と灯籠見坂っていうふうに書いてあります。大森町から灯籠見坂を越え、坪谷から落合の渡しを通って鯖江歩兵団36連隊かっこ栄所といったですね。通じる道は栄所道と呼ばれ、重要道路として早くから県道であった。昔は徒歩以外にほとんど交通機関がなかったので、蒲生から国見、殿下、西安井、志津方面から鯖江の連隊へ入営する者は必ずこの道を通り、面会や出征兵士の見送り、軍旗祭り、除隊、戦死者の英霊を出迎えなど、年中人の行き来が絶えなかったので、栄所道と呼ぶようになったらしいです。で、お地蔵さん。で、これが多分、どうもありがとうございます。古くからのお地蔵さんで、多分こちらに移されたんだと思うんですね。おそらくこの上のその昔栄所道って言われてた頃の峠道に上にあったんじゃなかろうかなと思うんですよね。そしてこちらの、道の峠の名前が灯籠見坂っていうんですよ。で、なんで灯籠見坂かなと思ってそれも調べてみたところですけども、この先に鴨神社っていうのがありまして、そこ結構有名らしいんですけども、そこの灯籠がこの峠の上から夜見えたから灯籠見坂という名前がついたとここでは書いてありますね。ただ今現在はこの通り今日のこの切り通しになっちゃってるんで、この鴨神社はここから伺い知ることは見れないんですけど、かの昔のこの峠道の頃には上から灯籠が見えたんだと思われます。という結構由緒正しき旧道廃道ではあるんですね。なんで意外とネタがある道だったんですね。でもなかなかこれ廃道的には素晴らしいかもしれない。廃道って言っていいと思うんだよな、これ。こっからのアングル、ここのアングルもいいですね。ここなんか味あるな。ええな、ここなんか俺すげえ、なんやそんなにネタっていうんか、私ここ結構ネタがないで時間なくてこことりあえず来たって感じだったんですけど、意外と素晴らしい街道じゃないですかこれ。
はい、そしてこの看板がいいですね。ここから幅が狭くなりますぞとおっしゃってますけども、看板なんか綺麗。でかいね、ほんとね。うん。多分こんくらいカーブが多いよってことと。あ、確かにここカーブきついんよ。俺現役時代も通ったことあるのよ。ここもうほんと狭くなるんだよね。ほら、こっちセセンターないよ。ここはンターラインあれやん、これセンターはサイドっていうか横だね。お、ここも味あるじゃん、これ。この構築がまたいい。お、なんだ、ここいいじゃないか。結構な急カーブ。まあ車はこの通り通れるもんじゃないけど、そしてまたあの看板いいね。この看板とのコントラストいいよな。この落ち葉だらけのね。お、いいよ、いいじゃん。すごい。いい音。ASMR。そうね、原道が見えまして、でもここ急カーブだよね。まあだからよって、まあだからこう急道になっちゃったっていうか廃道になっちゃったんでしょうけど、狭くて、これ対面でやってたんだよな。結構俺通ってたけど、まあ交通量もあったはずなんだけど、そんなに苦になってはなかったかなっていうか、ここは比較的いい感じの廃道だマジで。そしてもう間もなくで原道との合流点ですね。お墓があるね。何枚だ。はい、ということでここで原道が見えてまいりました。ああ、俺の右手が痛い。うん。多分今タイヤの弦で多分。左になんか脇道があるんだね。旧道廃道の横にもここに、奥まで行けるのかな。これは行き止まりですわはい、みんな大好きしいたけさんです。ありがとうございます。脇道の先はしいたけ畑。はい、ということでこちらが終点ですね。距離的にはほんと短いんですよ。でもだからこそ今回舐めてましたね。めちゃめちゃいいとこだった。まあこうやって見るとなんか何気ない普通の味気ない道かなと思ったんですけども、意外と奥深くは素晴らしい道でございました。灯籠見坂の語源となったであろう鴨神社やってまいりました。灯籠ございまして、さっきの旧道がこの方向ですね。なので何とも言えないけども、この方向で昔は何らかその灯籠がの火が見えた峠だったのかもしれませんね。もしかするとね。とても立派な神社ですね。ちょっとお参りだけさせてもらいますね。このいう灯籠が向こうから見えたんであろうと思われます。ちなみに原道はこのルートとなっております。左が旧道、こちらが新道となっております。こちらもご立派な切り通しですね。別なショートカットで直線的なルートとなっております。で、あっという間にこの左側ですねが旧道になっていますけども、こ
方への合流となって終了となっております。そういうことで今回こちらの廃道の探索となっておりました。すごい舐めてました。めちゃめちゃここ移動スポット、永久スポットでした。ぜひとも来てみてください。車両は入れませんけども、とても中は味わい深い場所になっておりますんで、ぜひぜひいらしてみてはどうでしょうか。ということで今日はこれまででございます。ありがとうございました。バイバイ。